この辺は八幡東区の井の倉町っていうんですけど、イノシシの蔵って書きます。で本当にイノシシが出てきたりするようなとこなんですけど、あそこの大きなクスの木が見えると思うんですけど、大クスがみんなの里山の守り神みたいな形で、昔からあそこの下に阿弥陀堂があります。皆さんできれいにしながら守ってます。私の工房があちらなんですが、どうぞ。昭和の22年ぐらいの戦後すぐに建った家だったらしいんです。で私はここに草木染めの染料を取りに来てて、空き家だったもんですからお借りして、今は工房としてずっと暮らしております。北九州の小倉のここの上だけなんですけど、勝山橋という橋を小倉織のデザインにした時のこれが歩道になっています。今でも石で。どうぞお上がりください。小倉織は非常に縦糸が密なのが特色なんですけど、縦糸の本数をデザインに合わせて全部このように配置していき、そして必要な長さをこの機械の中に、機械というか道具の中に全部巻き込むというか、その縦糸を整えるという成形というシーンです。こういうタイプのデザインは全部ランダムなので、この度に絵を描き続けてるみたいな感じなんですよ。縦糸の密度によって制約があるんですけど、だからこそその中でできる表現を求めていろんな自由を私は味わってると思うんですけど、縦糸は理智、横糸は感情。一度縦糸は決めて準備して織り始めたらもう変化できないんですよね。縦っていうのは縦糸を決めた瞬間にもう動かしがたいものになるので、その理智というかどこかで決定しないといけないという、それを感情に惑わされずに決めないといけないという、縦の中に私の思いを全部入れたらもう横は一色で、しかも特にここより横糸見えませんので、ただただ折っていくと。一つずつの木綿糸はすごく細いんですけど、この長っていうここの節みたいなの見えますかね。これに4本入ってるんですけど、その4本入ったこれがこの上がり下がりでの中で擦れ合ってる感じなんですよ。でもこれをそのタイミングで足の踏み方とこれの打ち込むタイミングでグッてこれでこの人で一緒にと足でキラッとこうして押してるんだけど、よいしょってぐらいもうギリギリな密度なんですよ。これがよいしょ、糸同士を少しずつでも隙間を作るために8枚の8段の列を作ってて、糸が重なり合わないように少しずつずれていくようにってしてる。このガリ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 がこれの中に糸を通すんですけど、普通は2本通すのが多いですよね。こういうのだって本当に糸をかけるんですけど、枷をもう一つずつこの調整も自分たちでやってます。メンテナンスを自分でできる技を身につけとかないと、これどうなるんでしょうとか言ったって誰もいないんですよね。ビワのこれ枝葉なんですけど、ビワの枝葉は結局同じものでも少しずつグラデーションで、濃い日はこれが一番濃くなって染め重ねてなってるんですけど、こういう風になっていくんで、一つの色相に色としては10色ぐらいは段階があるので、どれって言えないんですけど、植物はみんな色を持ってますから、本当に
どこにでも出ますね。常に色としては200色ぐらいは持ってるとは思います。段階で言ったら。ここ電気が夜ないので月が出てきた時がすごく綺麗なんです。月の変化っていうのは人間の営みと、昔から日本では特に種まきする時期とかそういうのを決めることとかありましたけど、やっぱり人間のリズムとしてすごく大事なので、特に満月の日は外に出て満月パワーを浴びるとかいろいろやってますけど、根源的な要素を割と無視して結局表面のことにいろいろやっぱ行き過ぎたものが今のコロナ禍によってもっとぐーっと戻されたみたいなところで、自分自身の持つ根源っていうのは何かっていうことを知らず知らず考えざるを得なくなって、それが人と人との距離だったり、こんなに人と会えないことが人恋しさにつながるって、会えなくなってみて初めて分かってくるみたいなこととかあるじゃないですか。そういう一つもう一回戻って、本来人間が五感で感じるべきことをもう一回感じてみろって地球から教えられてるような気が今してますけど。